こんにちは。エクシブの柏木でございます。今日はですね、ちょっと業界の人でしかちょっとわからんようなプロダクトにはなるんですけども、ちょっと面白いプロダクトがあるんで、それをちょっとご紹介していきたいなと思います。こちらにあるプロダクトになるんですけども、この2枚実はですね、0.9 ミリピッチなんですね。両方とも。ただ、1個、フェイク 0.9 ミリピッチっていうのになっていて、この上側はフェイクになるんですけども、今日はですね、このフェイク 0.9 っていうのをちょっとご紹介していこうかなと思います。なかなかね、これ珍しいプロダクトなんだなと思うんで、はい、ちょっといろいろご紹介できればなと思います。では、そんな感じで今日も始めていきましょう。はい、どうも。では、改めてなんですけども、今日はですね、COB の、フェイク 0.9 ミリピッチっていうのをご紹介していこうかなと思います。この、上にあるのと、下にあるの、2つあるんですけども、この下にあるのは実際の 0.9 ミリピッチなんですね。やっぱめちゃくちゃ綺麗ですね。やっぱどんだけ綺麗やねんっていうぐらい、球が細かくて綺麗ですね。で、この上も 0.9 ミリピッチなんですけど、これ実はその球の配列を変えた 0.9 ミリピッチ、厳密に言うと 1.8 ミリピッチの球の位置を変えたのが、変えているモデルで、実際にその球の隙間っていうのが、これすげえわかりにくいんですけど、こんな感じになっていて、これ実は 0.9 ミリピッチなんですよね。で、こっちも、すげえな、これ球のあれが、これが本当の0.9 ミリピッチ、0.93 ですね、ミリピッチで、こっちがフェイクの 0.9 ミリピッチになります。で、実際にちょっと解像度は大きさがやっぱ違うから、これ実際に 1.8 じゃんって言われたらそうなんですけど、実は、今回使ってるのが、ノバスターを使ってるんですけども、これ実はコントローラーが特殊なやつが必要らしくて、このフェイク 0.9 ミリピッチも特殊なノバスターを使えば、実はこれ 0.9 ミリピッチと映像が出せるっていう、ちょっと変わったモデルになります。改めてなんですけど、もう一回ご説明していきましょうか。これ、球の配置、これ見ると、わかるかな？これが、0.9 ミリピッチですね。これ実際この間の隙間っていうのが0.9 ミリになっています。で、このフェイク 0.9 ミリピッチっていうのが、これよく見てもらうと、さっきのとやっぱちょっと球の並びが違いますね。これちょっと見てもらうと、これ見えるかな？そうそう、こんな感じで、やっぱ全然、色味が違うやんってなるんですけども、これ、作り方で言うと、ご存知の方はあれかもしれないですけども、透過性の LED って、実際に、世の中にもあるんですけども、隙間が、あれですね、透けてるやつですね。透けてるやつっていうのは、実は、よく一般的に使われるのが、3.9 ミリピッチなんですけども、あれ実は横幅が、3.9 ミリピッチで縦幅は 7.2 と 7.6 とか、そんな感じなんですよね。で、なんでそんなことになってるかっていうと、透かすために、その間のピッチ、高さのピッチっていうのを透かしてるんですね。で、それをすることによって透けてるように見えているんですけども、今回やっているのが本当にそれと同じパターン。これ見てもらうと、0.9 ミリピッチは本当に 0.9 ミリ、こんな感じですね。で、このパターンで言うと、実は間が 1.8 なんですよね。で、高さが 0.9 になっていて、この隙間がちょっと倍になっていると。だから別のコントローラーが必要になるみたいな、そんなプロダクトになっています。で、このプロダクトのフェイク 0.9 のすごい面白いところで言うと、実はコストが安いんですよね。0.9 ミリピッチってやっぱめちゃくちゃ、市場価格で言うと結構な価格がするんですけども、このフェイク 0.9 っていうのが、あんま市場には出回ってないんですけども、1.8 ミリピッチと同じ構造なんで、コストが 1.8 ミリと同じっていう 0.9 ミリピッチ、まさにフェイク 0.9 になるんですけども、これが、結構魅力的というか、コストを計算、コストは削減したいけども、0.9 ミリピッチがいいなっていうお客様にはすごくいいのかな、みたいな、そんな感じのプロダクトになっています。いやでもね、これ、わかんないですよ、これパッと見。正直。これ、近づけてみるとやっぱ、ちゃうわっていう。でも、ちょっと今一番びっくりしたのは、この携帯で撮って、iPhone に撮影してるんですけども、この iPhone で撮ってこの細かいところに撮れるっていうのが、iPhone のすげえところだなって今ちょっと別のところでびっくりしました。はい、すごいな、こいつ。で、実際にちょっとこの中見てみると、これが、0.9 ミリピッチの、裏側ですね。こんな感じの、基板の並び、チップの並びになっていて、
で、実はこのフェイク 0.9 っていうのは、ちょっと実はよく見ると、チップの数が違うんですよね。やっぱ細かい方がチップの数が多くて、この、フェイクの方は、ピッチというか、あれですね。やっぱチップの数が結構多いな、少ないな、みたいな感じになっています。だから見分け方で言うと、このチップの数であったりとか、先ほどお見せしたこの球の配置で、判別していけば、いいのかな、みたいなところはありますね。ただ、これ知らん方絶対わかんないですね。はい。いや、だって、さっき携帯を近づけてみて、やっとピッチの違いっていうのが球の配列ちゃうわっていうのが分かったんですけど、最初そのセッティングしてる時に見てると全然分かんなかったんですよね。これどっちがフェイクでどっちが 0.9 やっていうので、思っちゃったぐらい、パッと見分かんないです、正直、見た目では。映像を出してみて球の配置が違うっていうのとかやってみたら若干わかるんですけども、これ実際やっぱコントローラー使ってコントローラー使ってやられたりするとやっぱ全然わからないなーっていうふうには思いました。でもね、これさっきまでセッティングいろいろやってたんですけど、いやセッティングむずっと思って、本当に 0.9 はねもう普通に読み込んで設定出せば全然出たんですけども、フェイクの方がですね、やっぱ透過線の LED と一緒で、やっぱピッチがやっぱ普通の計算では算出できないみたいな感じになってるんで、いやーむずいっすねこれ。でもすごい面白いプロダクトだなっていうふうに思います。なのでですね、世の中にはこういうフェイク 0.9 っていうのが存在するぞっていうのをちょっとご周知いただければなみたいなところで、今回動画を撮ってます。いやーでもね面白いですね。この発想が面白いですね。やっぱり透過性の LED も発想すごい、ね、透過させるための発想ですごい面白いなとは思ったんですけども、普通のやつでなんていうかな、ピッチ幅を開けてピッチ数を下げつつもコストを下げるっていうのは、もしかしたら次回から出てくるモデル、いやー出てくるのかな、わかんないですけど、そういう風なモデルがもしかしたら出てくるのかもしれないですね。はい。そんな感じだったんですけども、ちょっとですね、今回はちょっとセッティングのシートみたいなのをちょっとお見せしたいなと思います。ちょっと待ちょ。そんな感じだったんですけども、ちょっとですね、今回はちょっとセッティングのシートみたいなのをちょっとお見せしたいなと思います。ちょっと待ちょ。ですね、これがですね、フェイクの方の解像度、受信データの解像度なんですよね。いや、っていう、ちょっとボケてるかな。ちょっとっていう数字でしたね。いやなかなかちょっと変わった数字やな、みたいな。ね、これ多分知ってる方だったらわかると思うんですけど、いや、変わった数字だな、っていうふうに思います。じゃあ、ちょっと映像も出してみましょうか、せっかくなんで。ちょっとじゃあ映像出してみました。いやー。そうですね、こう見るとやっぱり今コントローラー専用のコントローラー使ってないから、やっぱ上は 1.8 で下は 0.9 なんだなと思います。でやっぱり 0.9 やっぱすっげえ綺麗だなと思いました。でもね、やっぱりちょっと、ね、前回もご紹介したんですけど COB っていうのはやっぱ金額が急に落ち始めてるんで、やっぱり次のマーケット、僕らが思うイメージですよ。ちょっと待ちよ。いやーでもね、こういろいろ見てみたんですけども、やっぱり 0.9 すごい綺麗だなと思いました。見た目もそうだしね、やっぱ COB だって高級感もそうだし、今売れてる、相場感で言うと、やっぱり 1.8 であったりとか 1.5 とかっていうのが結構売れ始めてるみたいなのが今の相場感なんですけども、このスペック、フェイクの 0.9 もそうですけども、こういうものが出始めるとやっぱ 1.2 であったり 0.9 とか、さらに細かいステージに進んでいくんじゃないかなっていうのが思いますかね。なので自分のね、この業界ずっとやってますけど、この見立てで言うと大体来年で言うと1.8、1.5 みたいなのがインドアでは結構メジャーになり始めて、でその翌年その2025年ぐらいにはその 1.2 であったりとか 0.9 っていうのが結構市場にはどんどん出始めてくるんじゃないかなっていうのが今の所感ですかね。特にSMD とか扱ってるその業者さんっていうのもね、やっぱ今ちょっと中国の方ではやっぱいろいろと、ね、やっぱ焦りがあるというか、やっぱ CO に取って代わられるみたいな、そういう話もよく聞くんで、ここから先っていうのはやっぱりこの COB の細かいものっていうのにどんどん向かっていくんじゃないかなっていうふうには思います。はい。
ただね、インドアとアウトドア、そしてレンタルと、その常設っていうので、結構この市場間でやっぱ分かれるんですよ。で、今僕がしてる話っていうのは、その、常設のインドアの話を結構してるんで、アウトドアに関しては、やっぱりアウトドアの 2.5 であったりとか、1.9 であったりとか、その高輝度のものっていうのが、やっぱりその市場にはどんどん出始めてくるんじゃないかなっていうのが今後の市場感かなと思ってるので、はい。そんな話でした。はい。そういうわけで、今日はですね、このフェイクの 0.9 っていうのをご紹介させてもらいました。では、そんな感じでまた次回、どうもありがとうございました。